皆様こんにちは、セリナです。今回は3月1日発売、ボビー・ブラウンのリュクス・ラディアンス・ルースパウダー、3月24日発売、NARS のソフトマット・アドバンスト・パーフェクティング・パウダー、そして4月14日発売、3月21日より一部店舗とオンラインストアで先行発売中の MAC スタジオフィックスプロセットブラールースパウダーを比較していきます。情報解禁されてから特にボビー・ブラウンとNARSはコメント欄でも気になっているという視聴者様がたくさんいらっしゃって、私自身もどんな感じなのかとても楽しみにしていたパウダーです。本当は3月末に発売されたエルメスの新作パウダーも合わせて比較したかったのですが、店頭で BA さんにお伺いしたところ、フェイスパウダーというよりもブロンザーとして使用するアイテムとのことで、一番明るいカラーでも普段標準色のファンデーションを使っている私でもすごくヘルシーな印象に仕上がったのと、全顔というよりも部分使いがおすすめとのことでしたので、今回は急遽エルメスではなく、こちらも視聴者様に教えていただいていた先行発売中の MAC をご紹介したいと思います。それぞれの粉質、塗り心地、室内光と太陽光で見た時の違い、4時間後のマスク崩れ、そしてお直しに使った時にどんな感じになるのかを見ていきますので、新作パウダー選びに悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、3月1日発売、ボビー・ブラウンリュクス・ラディアンス・ルースパウダー、3月24日発売、NARS ソフトマット・アドバンスト・パーフェクティング・パウダー、そして4月14日発売、3月21日より一部店舗とオンラインで先行発売中の MAC スタジオフィックスプロセットブラールースパウダー、以上の3つです。まずご紹介していくのはこちら、ボビー・ブラウンリュクス・ラディアンス・ルースパウダー。24時間続くリュクス肌、輝きのベールをまとう洗練美へ。3種類の微粒子マイカで構成されるトリプルパウダーコンプレックスは、ツヤ感とマット感の絶妙なバランスの仕上がりに。粉っぽさゼロの柔らかくクリーミーなテクスチャーで、プライマーとファンデーションのツヤを損なうことなく、肌表面を均一に滑らかに整え、ファンデーションの持ちを高めます。ヒアルロン酸とエモリエント成分がしっとりと肌に密着。ロングウェアパウダーが過剰な皮脂を吸着し、つけている間中快適に。ブランドのヒーロー製品、濃密美容液ファンデーション、プライマーとの共通成分、透中仮想を配合。カラーは全3色展開で、どんな肌の色にも馴染むという01番のピュアグローでご紹介していきます。続いて NARS ソフトマットアドバンストパーフェクティングパウダー。肌の気になる箇所をぼかし、乾燥や粉っぽさを感じさせないパーフェクトスキンを作るマルチユースなパウダー。ナイアシンアミド配合。毛穴や肌のあらを目立たなくし、タルプフリーフォーミュラが瞬時にテカリを抑えます。NARS 独自のアダプティブオイルコントロールテクノロジーが過剰な皮脂を抑えてマットな仕上がりが持続。単独で使えばソフトマットなカバレッジでナチュラルな仕上がりに。ファンデーションの上に重ねてメイクをセットすると、色あせることなく長時間仕上がりをキープ。カラーは全3色展開で、どのカラーもそこまでカラーの違いがないそうですが、こちらも人気カラーでベージュトーンの03123というカラーをセレクトしました。そして最後はこちら、MAC のスタジオフィックスプロセットブラールースパウダー。軽いつけ心地で素早くメイクをセットするプロインスパイアのルースパウダー。
超微粒子パウダーが軽く優しく肌に密着。無重力なほど軽いパウダーが素早く肌になじみ、ぼかし、肌を均一に補正。パウダーが皮脂を吸着してテカリを防ぎ、心地よいつけ心地。デュアルライトブレンディングテクノロジーで光を反射させて立体感のあるマット仕上がりに。カラーは全5色展開で、肌なじみのいいベージュトーンからピンクなどの幅広いカラーラインナップですが、ダントツで一番人気とのことだったラベンダーでご紹介していきます。それでは実際に半缶ずつにパウダーを塗ってみて、それぞれの塗り心地や仕上がりについて比較していきたいと思います。今回ベースメイクは下地不要で使えるこちらエルメスのエルメスプランエアオームドゥタンと、気になる部分にアディクションのスキンリフレクトフィックスコンシーラーを使ってカバーしています。この状態でまずはボビーブラウンとナーズを比較してみたいと思います。ではまずこちら側にボビーブラウンを塗っていきます。付属のパフを使ってしっかりと重ねてみます。手元で見た時もブランドからのしっとりとクリーミーなテクスチャーのパウダーという説明がぴったりなくらいかなりしっとりとしているなと思いましたが、パフでしっかり重ねてもこんな感じで全然粉っぽくならなくて、しっとりと柔らかいパウダーが自然に肌に馴染んでくれます。でもちゃんと肌表面は滑らかに整うので、乾燥肌でパウダーを塗るとどうしてもパサパサになってしまうのが気になるという方や、チークやアイシャドウなどのポイントメイクを塗る前にパウダーで一度肌を整えておきたいけれど、パウダーを塗りすぎると粉っぽくなってしまうのが嫌という方にもすごく使いやすいと思います。このパウダーとてもいいですね。はい、こちら側は半分にボビーブラウンのフェイスパウダーを塗ってみました。反対側はまだパウダーを塗っていない状態ですが、今回ご紹介している一番人気の01番ピュアグローのカラーは、付属のパフを使ってなんとかしっかりとパウダーを重ねても全然肌から浮く感じもせずに、パウダーを塗る前と肌の色が変わらないと思うので、BA さんのおっしゃっていた通り肌の色を選ばずにすごく使いやすいカラーだなと思います。そしてこちらのボビーブラウンのパウダーはなんといってもかなり塗り心地が良くて、付属のパフでしっかりと何度もパウダーを重ねましたが、全然粉っぽさや重たさがなく、肌表面がしっとりと滑らかに仕上がっています。クリーミーなパウダーなので乾燥肌の方にも安心して使いやすいと思いますし、パウダーを塗った後にフィックスミストで定着させた後のような滑らかさに仕上がるので、パウダー特有の粉っぽさが苦手という方にもすごく使いやすいと思います。近くで見てもこんな感じで全然粉っぽさがなく、肌に綺麗にフィットしてくれています。仕上がりとしてはブランドサイトに記載があった通り、ツヤ感とマット感の絶妙な仕上がりという感じで、一度セミマットのパウダーを塗って肌をフラットにした後に自然なツヤが出るパウダーで磨いたような絶妙なバランスの肌に仕上がっています。とても人気になっているのが納得なくらいすごく綺麗なパウダーだと思います。続いて反対側にはナーズを塗っていきます。ナーズのパウダーにはパフやブラシが付属でついていないので、今回はこちらのトゥーフェイスドのフェイスブラシを使って塗っていきたいと思います。反対側のボビーブラウンは付属のパフでしっかりと塗ったので、こちらもブラシにたっぷりとパウダーを含ませて、まず置くようにしっかりのせて、その後軽く磨いていきたいと思います。こちらのパウダーもかなり話題になっていますよね。手元で見た時も感じましたが、肌にのせてもこんな感じでフィルターをかけたような毛穴や凹凸を自然にフラットに見せてくれる仕上がりがとても綺麗です。この質は意外としっとり感もあって少し重さもあるタイプです。はい、こちら側にはナーズのフェイスパウダーを塗ってみました。店頭でお伺いしたところ、ファンデーションなしで下地とこちらのパウダーだけで仕上げても綺麗と教えていただきましたが、
結構カバー力もあるパウダーで、反対に塗っているボビーブラウンと比較すると、パウダーを塗ったことで毛穴や凹凸のカバーはもちろん、赤みなどの色ムラもより綺麗にカバーしてくれている感じがわかりやすいと思います。そして何よりもこのパウダーはこんな感じで、近くで見た時の細かい毛穴や凹凸をフラットにしてくれる感じがとても綺麗です。まさにフィルターをかけた後のようなセミマット仕上がりで、パウダーを塗って毛穴や凹凸を綺麗にフラットに見せたいという方にとてもおすすめです。こちらも見た目だと全然粉っぽさはないですが、意外と粉質は重ためでしっとりとしているので、パウダーがしっかりとついて肌をフラットにしてくれて、でも肌表面は適度にさらりとしています。こちらのパウダーは本当に補正力が高いので、下地とパウダーだけで簡単に済ませたいという方にもすごくおすすめです。カラーは人気のベージュ系の03123というカラーをセレクトしましたが、だいたいいつも標準色のファンデーションを使っている私でちょうど首に馴染むくらいなので、全3色展開ですが、そこまで色味の違いは出ないとのことだったので、元々の肌の色が明るめの方には、もしかすると少し暗めに感じるかもしれません。それぞれアップで見るとこんな感じです。ボビーブラウンの肌表面が滑らかに整っている感じと、ナーズの細かい毛穴をきれいに補正してくれている感じの違いがわかりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側がボビーブラウン、反対側がナーズです。自然光で比較すると、よりボビーブラウンの一度ソフトマットタイプのパウダーで肌を滑らかにした後に、適度にツヤが出るパウダーで磨いた後のような肌と、ナーズの細かい毛穴や凹凸をフラットに見せてくれている感じの違いがわかりやすいと思います。どちらも自然光で見ても粉っぽさがなく、とても綺麗です。どちらもとてもしっとりとしているパウダーなので、乾燥肌の方にももちろん使いやすいと思いますが、ボビーブラウンの方がクリーミーなパウダーなので、より安心して使いやすそうで、ナーズは毛穴や凹凸をきれいに補正したいという方にとてもぴったりだと思います。ではここからはマスクをしたまま4時間過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの差が出るのか見ていきたいと思います。どちらも仕上がりはかなり綺麗ですが、とてもしっとりとしているので、皮脂が気になる肌タイプの私には、崩れがどうなるのか少し気になるところです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。一度もお化粧直しをしていないので、崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも肌表面は滑らかに整えてくれていましたが、かなりしっとりとしているタイプだったので、崩れにはどうかなと少し心配していましたが、やはりマスクをしていて蒸れが気になる小鼻の周りは少しテカリが気になりますが、個人的に皮脂がとても出やすい額は全然テカっていないので、しっとりとしているのに皮脂崩れにも強いタイプだなと思いました。アップで比較するとこんな感じです。やはり塗りたてからとてもしっとりとしていて、クリーミーなテクスチャーだったボビーブラウンのパウダーは、皮脂が気になる肌タイプの私には、マスクの蒸れで小鼻の横や顔の中心に少しテカリが気になる印象でした。反対側に塗っているナーズは比較的テカリは気になりませんでしたが、やはりこちらもしっとりとしているので、小鼻の横に少し皮脂が出てくる感じは気になります。ただどちらも額のテカリや崩れは気にならなかったので、どちらも皮脂には強い印象で、蒸れに少し弱いのかなと思いました。そして肌表面を触った感じは、頬やテカリが全く気にならない額は、塗りたてのような粉感のない滑らかな質感を保っていますが、やはりどうしても小鼻の横は皮脂によるベタつきが気になりました。ただどちらも乾燥肌の方でも安心して使えるくらいかなりしっとりとしているタイプのパウダーなのに、これだけ皮脂のテカリが気にならないというのはすごく進化しているなと思います。では皮脂が出た部分をティッシュを拭して、
まずはこちら側のボビーブラウンをお直ししていきます。付属のパフで頬の中心や小鼻の横をしっかりと押さえていきます。やはりかなりしっとりとクリーミーなテクスチャーのパウダーなので、お直しで使ってもこんな感じでパウダーが汚く溜まってしまうこともなく、滑らかな肌表面に整えてくれます。これだけしっとりとしていてクリーミーなテクスチャーのパウダーなのに、毛穴に全然入り込まないところがすごいですよね。では反対側のナーズをお直ししていきます。ファンデーションなしでもメイクできるというだけあって、ティッシュオフした時に出てきた小鼻の横の赤みなどもちゃんとカバーしてくれます。そして何よりお直しで使ってもこんな感じで肌にフィルターをかけたような毛穴ぼかし効果が復活してくれるところがすごく綺麗です。毛穴もぼかしてくれて赤みや色ムラもカバーしてくれるので、お直しにも最適ですね。お直し後それぞれアップで比較するとこんな感じです。ボビーブラウンはしっとりとクリーミーなテクスチャーのパウダーなので、お直しで使っても汚くなることもなく、毛穴に落ちてしまうということもなかったです。反対に塗っているナーズは今マスクをしていたので毛穴が少し開いてきていましたが、毛穴の開きが気になる状態の時でもフィルターをかけたような毛穴ぼかし効果を発揮してくれました。どちらもお直しにもとても使いやすかったですが、乾燥による崩れも気になるという方はよりしっとりとしていて滑らかなボビーブラウンがおすすめで、お直しの時に出てきてしまった赤みや毛穴も綺麗にお直ししたいという方にはナーズがより使いやすいかなと思います。では続いてこちら側にナーズを塗ってある状態なので、反対側にマックを塗って比較していきたいと思います。マックには付属のパフがついているので、こちらで塗っていきます。手元で見た感じ、かなり微粒子のパウダーだなと思いましたが、パフにたっぷりと含ませて塗ってもこんな感じで全然粉っぽくならないです。今回ご紹介している新作パウダーは3つとも全然粉感がないところがポイントですね。そしてカラーもラベンダーという全5色展開の中で一番明るさが出るカラーを選んでいますが、こんな感じでパウダーが微粒子だからか首から浮いてしまうこともなくすごく使いやすいです。はい、こちら側に MAC のフェイスパウダーを塗ってみました。ファンデーションカラーのような自然なトーンのナーズと比較しても白浮きすることもなく、かなり自然ですが程よくラベンダーのトーンアップ感が出て、白浮きはしないけれど自然にくすみを飛ばしてくれるカラーだなと思います。そしてこのパウダーもかなり肌表面の触り心地が良くて、付属のパフでしっかりと何度かパウダーを重ねましたが、パフでパウダーをつけた時というよりもブラシでくるくると肌を磨いた後のようなつるんとサラサラの肌に仕上がっています。パフを使って簡単にのせるだけで綺麗にパウダーが馴染んでくれて、この肌表面の塗り心地に仕上がるのはすごいなと思います。アップで比較するとこんな感じで、超微粒子パウダーが肌に綺麗に密着してくれている感じと、ナーズの少し重さもあるパウダーが毛穴をしっかりとカバーしてくれている感じの違いが分かりやすいと思います。そして仕上がりはブランドサイトに光を反射させて立体感のあるマット仕上がりと記載がありますが、まさにその通りで、ソフトマット仕上がりのナーズと比較しても同じくらいのマット仕上がりですが、頬の高い位置などには程よく光を反射して立体感のあるマット肌に仕上がっています。そして粉質も MAC はかなり軽くてサラサラとしているので、ナーズと比較するとより薄付きで軽やかな感じがしますよね。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側が MAC、反対側がナーズです。自然光で見ると MAC の微細なラメ感が分かりやすいと思います。そして自然光で見てもラベンダーカラーが肌から浮いてしまうこともなく、とても自然に綺麗にトーンアップしていると思います。この絶妙な艶を反射するマット感がとても綺麗ですよね。
ではここからマスクをしたまま4時間過ごして崩れ方にどんな違いがあるのか見ていきたいと思います。マックは BA さんがかなり暑い日に何度も汗をかいても全然崩れなかったとおっしゃっていたので、実際にどのくらい崩れに強いのかとても楽しみです。はい、あれから約4時間マスクのまま過ごしました。崩れにどんな違いがあるのか見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。前回と同様、少し気温が高かったので、マスクの中は蒸れましたが、マックは塗りたての光を反射させる立体感のあるマット仕上がりを綺麗に保ってくれています。アップで見てもこんな感じで、小鼻の横に皮脂が溜まってしまったり、テカリが出てしまうということもなく、塗りたてのような綺麗な仕上がりを保っています。そしてもちろん肌表面も塗りたてと同様、パウダーで磨いた後のようなつるんとサラサラな肌を保ってくれていて、小鼻の横のベタつきも全然気にならないです。本当に BA さんのおっしゃっていた通り、かなり皮脂崩れに強いパウダーだなと思います。そして今回使用したラベンダーのカラーは、時間が経ってもこんな感じで肌がくすんでくるのを防いでくれるのに、塗りたてから白っぽくなってしまうこともなく、かなり自然だったので、顔から浮いてしまうことはないけれど、時間が経った後も自然に肌のくすみを防ぎたいという方にすごく使いやすいんじゃないかなと思いました。肌表面が粉っぽくなってしまったり、パサパサに乾燥するという感じはしないのに、皮脂崩れに強いというのは、これからのジメジメする季節にもすごくいいなと思いました。では、あまり崩れは気になりませんでしたが、一応皮脂が出た部分をティッシュオフした後に、こちら側のナーズはすでにお直しをしているので、反対側のマックもお直ししていきたいと思います。まず、全然崩れていないというのと、パウダーもかなり微粒子なので、こんな感じで、お直しで上から重ねても全然問題なく、毛穴に入り込んでしまったり、小鼻の横に溜まってしまうこともなく、綺麗です。やはりお直しでこうして使用してみると、自然ですがラベンダーでトーンアップする感じがわかりますね。はい、こちら側はマック、反対側にはナーズでそれぞれお直しをしてみました。お直しで使用してみると、マックの自然なトーンアップ感がわかりやすいと思います。それぞれお直し後アップで比較するとこんな感じです。マックは微粒子のパウダーが毛穴を自然に埋めてくれているような感じで、光の反射がプラスされるので、程よい立体感が復活します。ナーズはやはりお直しで使っても毛穴をぼかしてくれてとても綺麗ですね。はい、こんな感じでマックとナーズそれぞれ比較してみました。どちらも自然なマット肌仕上がりで崩れに強いとのことでしたが、マックは超微粒子パウダーで、パフでしっかりと塗ってもブラシで綺麗に磨いた後のようにパウダーが肌に馴染んでくれて、肌表面も磨いた後のようなツルツルサラサラな触り心地がとても良かったです。今回使用したラベンダーのカラーもとても自然なトーンアップなので、白浮きしてしまうこともなく使いやすかったです。反対にナーズはしっとりもしつつ肌表面をサラサラに仕上げてくれて、少し重ためのパウダーで毛穴にフィルターをかけたようにカバーをしてくれるタイプでした。より軽いパウダーで皮脂による崩れを防ぎたいという方はマックがおすすめで、少ししっとり感もありつつしっかりと毛穴をカバーしたい方はナーズがおすすめです。それでは最後、こちら側にマック、反対側にボビーブラウンを塗ってある状態です。こちらの2つは今回ご紹介した中で、マックが一番さらりとした仕上がり、ボビーブラウンが一番しっとりとした仕上がりだったので、塗った後の肌表面を触った感じにも違いがあって、マックはブラシで磨いた後のようなつるんとサラサラな仕上がり、ボビーブラウンはパウダーを塗った後にフィックスミストをつけた後のような粉感のないしっとりとした仕上がりです。その他仕上がりについては、マックは光を反射させて立体感のあるマット肌仕上がり、ボビーブラウンはツヤ感とマット感のちょうどバランスの取れた仕上がりということで、どちらもベースはマットですが、
比較してみると、NARS の方がより顔の高い位置に光の反射でツヤっぽさを感じます。アップで比較するとこんな感じで、どちらも粉感が全くなく、ものすごく自然です。はい、外の自然光です。こちら側がマック、反対側がボビーブラウンです。どちらもツヤすぎずマットすぎずな絶妙な仕上がりですが、やはり自然光で比較するとマックは微細なラメの感じが分かりやすいので、マックの方が全体的につるんとした程よいセミマット肌、ボビーブラウンはマットとツヤのちょうどバランスをとれた肌という感じの仕上がりです。どちらもとても綺麗です。そして4時間後のマスク崩れはこんな感じです。ボビーブラウンもドロドロに崩れてしまうという感じではないですが、やはりかなりしっとりとしているパウダーなので、マックの全く皮脂によるテカリが気にならない感じと比較すると、少し小鼻の横のテカリが気になる印象でした。はい、ではこんな感じで3月1日発売のボビーブラウンと3月24日発売のNARS、そして4月14日発売で3月21日より一部店舗とオンラインで先行発売中の MAC の新作パウダーを比較していきました。最近のフェイスパウダーは粉感がないのがもう当たり前になっていて、こちらの3つもパウダーを塗っている感が全くないかなり自然な仕上がりでした。そしてどれもパサパサに乾燥してしまうということもないのに皮脂崩れに強いというのが特徴で、その中でも特にしっとりとしていたのがボビーブラウンです。ボビーブラウンはクリーミーなパウダーが肌にスッと馴染んで、塗りたても肌表面に粉っぽさが全然残らないので、乾燥肌の方はもちろんサラサラよりもしっとりな肌に仕上げたいという方にかなりおすすめです。こちらは乾燥肌の方にぜひチェックしていただきたいパウダーです。反対にこの3つの中で一番皮脂崩れに強かったのはMACでした。ボビーブラウンもNARSもしっとりとしているのに皮脂崩れに強いというところを両立しているのはかなりすごいなと思いましたが、MACは超微細パウダーで、こちらも全然粉っぽくない仕上がりなのに、つるんとサラサラの肌を保ってくれて、これからの崩れが気になる季節にとてもおすすめです。そして一番毛穴補正効果があったのはNARSで、この3つの中だと比較的パウダーの重さを感じましたが、それでも粉っぽくなることもなく、フィルターをかけたような毛穴レス肌に仕上げてくれました。3つとも実際に使用してもブランドからのアイテム説明通りの仕上がりだったところがとてもすごいと思います。そしてこちらの3つのパウダーに共通しているのは全てマット肌仕上がりというところなので、肌質による相性はもちろんですが、仕上がりのお好みでも選んでみてくださいね。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。